こんにちは、メイです。本日はバレンタインデーということで、海外風なバレンタインデーのお買い物をテーマに部屋を作りました。日本では女性から男性へチョコを贈る習慣ですが、海外では男性から女性へ花やメッセージを送ったりするそうです。そんな海外風のバレンタインデーのお店通りを作ったので、最後まで見てくださると嬉しいです。早速作っていきます。今回のテーマは愛の日のお買い物です。イギリス風に愛の日と書いてバレンタインデーと呼ぶことにします。まずは部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10、 窓はなしでエントランスは右から2番目、明るさは白で最大の明るさ、環境音はざわめきです。この環境音はなかなか耳にくるので、最後に設定するのがおすすめです。壁と床の概要です。バレンタインらしさを残すためにダークウッドでチョコレート色っぽくします。今回の間取りです。道とお店を2つ作っていきます。まずは床にラグを敷いて部屋を分けていきます。雑貨屋の床をダークウッドのフロアタイルで埋めていきます。他のフローリングタイルでも良いのですが、綺麗に隙間を埋めるためにこのフローリングタイルを採用しています。ここに仕切り壁を立てます。ここはコンクリートの柱や大理石の柱などを隙間なく立ててもいいと思います。華やから作っていきます。奥に一番背の高い家具を置いて、入り口から見た時によく見えるようにします。今回も動物がちゃんと歩けるように通路は1マス開けます。住民宅を作りすぎて1マス開けるのが癖づいてしまいました。いろいろと花屋を調べた時に足の長いテーブルをよく使われていたので、ヴィンテージな机を採用しています。バレンタインらしくハートのバラブーケを置きます。赤色のバラを送るのが一般的なようなので、店の奥に白いバラを置きます。ラッピング待ちの椅子も忘れずに。店の奥に扉をつけて従業員用の部屋を作ります。窓を作って花屋らしくします。ちなみに雑貨屋には窓を作らないので、こちらのお店の方がテナント料は高く設定されています。しかも水も使うのでいろいろと高そうですね。ドライフラワーは最近のインテリアの定番ですが、風水的には良くないとされています。ですが可愛いので飾ります。生花だけでなくポット苗も飾ります。お気に入りの家具です。ここに柱を立ててお店の外観を作ります。レンガのカウンター H を飾って出窓風にします。赤いバラのブーケを入り口側に置きます。バラはここにちゃんと売っているということをアピールして販売促進をします。ニューの看板も忘れずに。この手旗は公開済みです。あとはいい感じになるように並べます。シーリングファンは真鍮製です。多分白や黒が一般的ですが、全体のバランスから真鍮を採用しています。街灯を置いて外っぽくしていきます。雑貨屋を作ります。まずは壁から飾り付けます。両方のお店を少しだけシンメトリーにしたいので、ドアとライトを同じ位置につけます。シンメトリーのおしゃれに見える効果についてはこちらの動画で紹介しています。雑貨屋はごちゃっとした印象に仕上げたいので、絵画をたくさん並べていきます。特に入り口正面の壁は印象が強いので多めに並べます。イギリスのパブをイメージした雑貨屋です。サイズ調整のため柱を1本立てます。柱の横にレンガのカウンター L を置いて商品台を作ります。ここは H より L の方がおすすめです。理由は壁に飾った絵画が見えなくなるからです。レジ台は花屋のカウンターの位置と合わせます。違うお店なのに少しだけ統一感が出ますね。本棚を挟むように柱を立てます。この雑貨屋はメッセージカードを買ってここでメッセージをかける親切なお店です。
隣の花屋さんと提携していて、花に添えるメッセージカードをメインに扱っています。この通りに来ればプレゼントが一気に買えちゃう便利さもありますね。柱はここに立てます。花屋と同じように出窓を作ります。花屋に比べて半マス飛び出ていますが、内装優先なので OK です。出窓もいい感じになるように並べていきます。立ち読みのできる場所を作ります。外に商品を置くのは治安の良い地域じゃないとできないかと思いますが、動物の森は安全安心なので大丈夫ですね。裸電球を出窓の真上に来るように飾ります。最後に飾り付け忘れていたものを飾ります。これで完成です。バレンタインに花とメッセージカードを買う人のためのお店通りができました。事前に準備できなかった方もここに来れば安心です。すべて揃っています。バレンタインデーのお買い物のできるお店通りはいかがだったでしょうか。バレンタインはチョコとは限らず、世界に目を向けてみるといろいろな方法で愛や感謝を伝え合っているようですね。バレンタインにチョコ以外もいいねと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。